ベトナムの軽井沢と言われる自然豊かなダラット、永遠の春リトルパリとも言われ、ヨーロッパの雰囲気も漂っています。東南アジアに来て初めて寒いダラットには3週間プチ移住、クリスマスのデコレーションもされていました。まずは初日をご覧ください。またこのハイバーンラグジュアリートランスポーテーションで行こうと思います。これこの前来るときめっちゃね心地よかったんで、こんな感じです。シートナンバー5ってどこだ着きました、空港です。このねハイバーンが結構いいですスーツケース2個さ積んでくれて、特に追加料金なく、ほんでさ、お水もついててさ、リクライニングできて、でホテルまで来てくれるのがいいですね。ということで行き帰りお世話になりました今日バスのね時間が中途半端で、今1時ぐらいなんですけど、4時半のね飛行機なんで結構時間があります。ドメスティックなんで2時間前でいいんだけどね、もう3時間半前で着いてるんで、もしうまくスムーズにいったらラウンジを使おうかなとちょっと思ってます。今1時22分ぐらいなんですけど、結局早く着いてチェックインできたらさ、ラウンジでついできるけどさ、全然いないからね、始まんないから待ってなきゃいけないんだよね。いや、パシフィックエアライン2時半なんだけどまだ開かないよ、チェックイン。もう長い、私ここで1時間も待ってんだけど。いやさ、ホーチミンのサンソニア空港さ、めちゃくちゃさ、セキュリティチェッククソめんどくさい。普通さ、この中に今 PC 入ってて、普通それでいけるんですよ。なのに PC も出さなきゃいけないし、さらに PC ケースから出せとか言って、どんだけ性能が悪いってことだよね、要はね、セキュリティのね。いやもうセキュリティチェックがクソめんどくさかったわこんなにだってね、やらされるとこないんだよね。ベトナムはだいたい靴を脱がされるんですけど、それも多分性能が悪いんだと思うんだよ、きっと。チェックのね。しかもさ、このさ、わざわざこの中からさ、なんか PC ノートパソコン出せとか言ってさ、しかもノートパソコンもさ、パソコンケースから出せとかさ、そこまでしないとさ、セキュリティが見えないのかって言いたくなるね。これ普通そこまですることないんだよね本当超めんどくさいね、ちょっとね。ハンソニアント空港だけだと思う、今んとこ。いや、なんやかんや時間かかりましたね。つうのはね、チェックインカウンターがオープンするのが国内線つうのもあって遅かったから、そこですごい待ったんだよね。もったいないね。で、今ね、3時前なんですけど、ラウンジに行くほどが悩むんだよな。1時間ぐらいなんですけど、どうなんだろうね、ここのラウンジはどうなんでしょうかこういう普通のとこでもいいんだけどね、ラウンジまで行かなくても。ビュッフェになるからたくさん食べられるんですけど、なんか微妙な時間なんだよね。でもサンソニアット空港はあんまり綺麗じゃないね。ちょっと古いしジメジメした感じがしますね。いやー、なんかこの空港自体がダメだね。なんかあんま綺麗じゃないしさ、あとすごい暑いのよ。全然空調ついてないんだよね。なんやかんやもうあと1時間ないですね。もしかしたらここさ、国内線だから空港あんまり良くないのかもね。国際線と違うのかも。ちょっとね、本当に軽食を食べたいと思います。ちょっとうるさいから聞こえないかもね。国内線はね、自分で持ち上げるから毎回腕が疲れるのよ。今んとこ帝国通りです。なんかね、もうベトナムね、空港で予約してるのにね、今回もパシフィックエアラインなんですよ。で、この前もね、カンボジアになっちゃって、おかげで私はマイルをつけられなかったっつうね。わざわざベトナム航空にしてるんですよ、マイルつけたいから。毎回変えられちゃうのよね。なんか上から冷気が出てますね。結構綺麗だね、ここはね、パシフィック航空。そうかね、自分でね、7キロのスーツケースを入れるのがめちゃくちゃ腕が痛くなるんですよ、上に。50分のフライトでもお水をくれました。嬉しいね。私いつもこれ買ってるんですけど、さっきね、水買おうか考えたんだけどね、もしかしたらもらえるかもと思って買わなかったんですけど、結構1時間でもね、くれるところとくれない航空会社があるんですよ。嬉しいですね。さあ、ダラットに着きました。ウッターは結局10日ぐらいでしたね。あんまり見なかったけど。で、今度はね、ベトナムの軽井沢とされてるらしくて、高原の方なんで寒いらしいです。そこがちょっとどうだかって感じですね。ちょっとね、ダラットは寒いらしいので、私ユニクロのね、ウルトラダウンジャケット一応持ち歩いてるんですよ。あとでヒートテックが1個あります。ほら、京都からさ、出発したから1月に。一応その2つだけあるんだけど、多分ね、足りないのよ、これだけじゃ。ちょっとね、服が足りないと思います。どれぐらい寒いかね、ちょっと試して
場所はね、すごい素敵らしいんですよ。なんかね、パリっぽい雰囲気らしくって、植物園とかね、なんか結構ヨーロッパっぽい雰囲気らしいんですね。ちょっととりあえず行ってみましょう。いや、まあ、ダラッと国内線だからがすごいちっちゃくてなんか暗い感じですね。いや、それにしてもね、なんかね、飛行機の離陸したのがね、4時50分だったのよ。まあ、飛行機は4時半からだったんですけど、離陸したの実質はね、4時50分だったの。で、着いたのね、5時ね、20分で30分しか実質飛んでないので、すごい近いですね。で、なんかね、やたらとね、タクシーしかないとか言ってんだけど、ネットで調べた感じ、エアポートバスがあるっぽいんだよね。ちょっとシャトルバス探したいと思います。いや、やっぱりね、空気が少しね、すっきりというか、まあ、やっぱ高原っていう感じだね。少しね、空気が澄んでんだけど、少し涼しいですよ、やっぱり。今6時ぐらいです。いや、ちょっともうだらとすでに使えないんだけど。エアポートシャトルバスが2年前に終わってるらしいんですよ。だからコロナ禍かわかんないんですけど、タクシーしかないんだって。で、グラブで見たらね、すごい高かったんですよ。30か40ぐらいいっちゃってたのね。ってことは2500円ぐらいいっちゃうと思うんですね、多分。もうきついね。タクシーでさっき17万うんちゃらって言ってたから、ちょっといろいろタクシー会社を調べてみたいと思います。いくつかあるんでね。つうかコスパ悪くて、ダナンだったら、ここね、空港から市内まで30分ぐらいなんですよ。で、ダナンだったら500円ぐらいで行けるのね。ここ高いよね、ちょっとね。なんでだろう、同じベトナムなんだけど、値段が、グラブとかの値段が違う気がします。いや、一応ホテルまでの値段比較して一番安いところで15万5000ベトナムドンってことです。いや、23キロの距離なんだけどね、そんなに高いかな。いや、ダナン安かったんだけど。いや、もう山の中で真っ暗だね、6時だけど。まあ、タクシーで1000円ぐらいですけど、グラムの方が高かったんですよね。なんでちょっとタクシーで行きます。さあ、着きました。なんかグリーンビューホテルとかいうもう、さっきね、空港で乗る前に撮ったのから、ちょっとダッシュで安めなとこにしました。さあ、着きました。グリーンビューホテルってとこです。ちょっとね、さっきね、ダッシュで空港で飛行機乗る直前に撮ったんで、とりあえずちょっと安くてね、まあしそうなところにしました。やっぱりあれだね、本当に空気がね、澄んでる率が高いね。高原の空気だわ、ほんと。まあだけどね、今私半袖にウルトラライトダウンを羽織ってれば、まあそんな寒くもないかな。6時半ぐらいです。ベトナムは絶対段差があるから私はモテません。もう腕が痛くてしょうがない。こんな感じです。三つ星かな。まあだけどやっぱり飛行機が50分だからか疲れてないね。待ち時間は長かったんですけど、多分夜行バスとかで8時間10時間は疲れると思うんだよね。あと盗難の恐れがやっぱり一番心配だったんでね。まあだけどね、飛行機がね、安くて6600円でね、預け荷物付きで6600円で抑えられたんで、でさ、ブンタウから空港までが1400円ぐらいか。で、今のここ空港からね、このホテルまでが1000円ぐらいだったんで、多分ね、全部で9000円ぐらいなんですよ。安いと思うね。なんか3000円払って夜行バスでちょっと苦痛な思いと、あと盗難のリスクを抱えるかどうかって言われるとちょっと難しいね。やっぱり疲れ具合が違うし、安全が違うからね。うん。快適ですもん、リムジンバスもね。ブンタウから空港までのもね。いやー、でもなんか今日本は、今11月、まあでもさ、今日本はもう冬だしさ、なんだっけ、今11月のね、11月の13日なんですよ。でさ、ずっと私この10ヶ月さ、真夏のピーカンバレーのとこいたから、久しぶりになんか、このスキッとした感じというんですか、味わいましたね。ちょっと肌寒い。そんなに寒くないんですよ。中半袖ですからね。うん。ちょっと空気が澄んだ感じですね。おー。まあ、タイランドだったらちょっと、風国でも行こうかと思いますけど、ちょっと久しぶりに味わい、ずっと夏の場所にいたので、ちょっと久しぶりに冬っぽい感じになりました。着きました。今日のホテルです。ダラッと初めてのホテルなんですけれども、本当はね、スタンダードルームのダブルベッドかシングル2つのお部屋だったんですけど、私はもうなんかシングル2つしかないんだって。で、私はダブルベッドをつったのにみたいに言ってたらね、アップグレードしてくれました。うん。で、ここのお部屋になりました。これなんか、ね、多分ね、ここね、今何にも見えないんですけど、景色が、そうそう、バスタブなんだよね。景色がいいみたいなんだよね。で、一番下のね、スタンダードルームで3000円ぐらいかな。多分ね、ここからがね、景色がいいんだと思う。でも今何も見えないですね、今はね。そう、しかもバスタブ付きにね、していただけたという。どんな感じ？面白いね。でも一応なんかさ、シャワーとか面白くないこれ。不思議な形してんな。
こっからシャワー来んの？へえ。でもなんか、結構新しいようなこと書いてあった気がする。あ、ここ空いてたね、最初から。めちゃくちゃ開放的だからいろいろ閉めなきゃダメだね。バスタブはちょっとちっちゃめではありますね。うん。あそこに見える、何あれ。超豪華なホテルが見えるよ。ね。一応私、お牛座の満月の日は豪華なホテルにしてあるんですけど、それ以外ちょっとまだ全然決まってないんですよね。ダイエットもね、予定より早く来ちゃったのでね。ここは何？ここトイレか。あ、ちゃんと分かれてんのかな、トイレ。あ、かな。あ、トイレがちゃんと分かれてんのはいいな。でも上もちゃんと分かれてる。あ、それはいいですね。ちゃんとトイレが分かれてます。うん。で、洗面所もちゃんと分かれてるのはいいね。あんまりクオリティは高くないんですけど、うん。まあでも結構、とりあえず一泊ね、したいと思います。まあお水と、何これティーカップがさ、こんな感じになってる。これ絶対なんかさ、まとめて買ったの中で切っただけって汚いね。こういうのはさ、手で触って一回切ってるわけだから絶対使いたくないよね。まあここ三つ星なんでね、まあ、クオリティはね、やっぱり良くはないです。ここはちょっと暗いけど、ハンガーもかけられます。クオリティはまあ三つ星のクオリティですけどね。多分眺めがいいんだろうね。今夜だからちっとも見えない。結構早いんですよね、暗くなるのがね、だらっとね。あそこにね、見えるホテル。あれ気になりますね。私、あそこ泊まるかな。ちょっと、今字が見えないんで、また明日見てみたいと思います。いや、ちょっとね、ほんと山道ですね。すごいね。朝は多分すごい景色いいんだと思う。これ山の上の方だから結構。まあ、ほんと空気はね、澄んでて涼しいですね。多分見えないと思うんだけどね、すごい高いのよ、ここ。でね、なんか何もないじゃない。まだね、7時ぐらいなんですけど、ちょっとしかお店ないかな。ちょっと食べよう。もう私、今日お昼のさ、3時ぐらいには食べたんですけど、昨日のね、昼の3時から24時間食べてなかったっつ。結構それで疲れましたね。いや、あんまりお昼もゆっくり食べられなかったから、もう一回食べたいんだよね。あ、このホテルなんか崖の上じゃないけど、そんな感じだから、ね、G っていう地面のフロアと下にもあるんだね。下にあっても、高い位置だから違うんだね。上と下とあるんだね。面白いね。地下じゃないんですよ。下にあっても地上なんだよね。いやー、さっきからさ、いろいろ払っちゃったから、バス代と、あとタクシーもさ、現金だったから、7万ベトナムドンしかなかったんですけど、ギリギリ7万ベトナムドンのエッグライスを発見しまして、なんとかそこで食べたいと思います。でもなんか今んとこね、ダラッタの方がね、ブンタオより田舎っぽいよ。なんか、あんまり英語通じないんですし、ね、どうだろう、なんかいろいろシステムがまだ整ってないような感じがありますね。いや、それにしてもさ、ぴったり7万ドルしか持ってないってすごいよね。でもちょうど使い切るってさ、すごくない？ぴったりすぎますね。エッグフライドライスです。もう7万ベトナムドンのがこれかヌードルしかなかったのよ。でさ、お水はさ、さっきさ、ちょうどさ、パシフィックエアラインがくれたやつです。ね、これでもありがたいね。たっただって実質30分のフライトでくれるなんてさ、優しいね。まあでも今値段チェックしたんですけど、ほぼ変わんないね。そんなに値段上がんないですね。まあ、アップグレードで言ってもね、今値段見た感じはね、全然これでも3000ぐらいでしたね。まあ安いんでね、さすがに質はチープですね。いろんなところがちょいちょいチープだね。さっきのお茶とかもそうですけど、作りがチープ。結構このね、椅子とかもガタガタいってますから、こんな感じで。新しくできたばっかりでこれですからね。今年できたらしいです。なんか今調べたらね、あそこのね、窓からね、見えるとこ、メルパールダラットっていうとこみたいね、その場所から見たんですけど、確かに M って字が見えるんですけど、近くよく見るとね。ただなんか良さそうに見えるんだけどね、やっぱり評価悪かったね。もっとリコメンドとか書かれてるし、まあだから私気づかなかったんだな、多分。なんで私はここは止まりません。朝です。いや、ちょうどなんかお部屋がさ、一番端っこにしてくれてすごい眺めがいいね。風呂場からだけどね、ちょうど山の上って感じです。でも空気は澄んでるね、やっぱりね。まあ涼しいんですけど、東南アジアでこれだけ澄んでる空気は今までなかったかも。確かにこれさ、トイレさ、昨日夜は気づかなかったんですけど、ここガラスになってんじゃん、普通の。これ見えると思いません？これ見て、ここ何にもないの上。何これ、これ見えんじゃん。どういうこと？ここも普通のガラスなんだけど、なんでここにさ、あれブラインドがないの？ちょっとこれは考えられない。すりガラスかと思ったら夜だったから分かんなかったですけど、これトイレ入れんのこれで。このトイレさ、
なんでこんなに開いてんのここ。超わけわかんない。なんでここだけ開いてんの？何にもすりガラスとかついてないんよ。完璧に見えるよね。意味わかんないね、ここ開いてる。なんなの一体。こんなのトイレできないよ。非常口からの眺めはいいね。本当に山だね、すごい。でも非常口からはいいって感じだね。いや、今日は晴れてんな。あったかいよ、結構。部屋の中の方が涼しかったですけど、昨日夜だったから景色わかんなかったですね。あ、結構あったかい。あ、でもほんとすがすがしいね。空気がすがすがしい。今ネットで見てたらこの近くの他のホテルも載ってて、ただ私も現金切れてんだけど、宿代が現金払いって書いてあったから無理かもしれん。全然 ATM ないもんね、ここら辺。ATM 行くためにさ、都心に出たら意味わかんないから、そしたら都心に泊まれよって感じだし。いや、気持ちいいですね、でも。すがすがしくて気持ちいいです。いや、すがすがしくて気持ちいいね。で、太陽が出てれば寒くないですね。でも部屋の中ね、エアコンはないんですけど、エアコンいらないんだよね。だからいろんなホテル見てたらエアコン出しが多かったです。扇風機だけで。ただむしろ暖房が欲しい時があるかもしれない。なんか眺めがいいんだから屋上に何かあればいいのに何にもないらしい。まあ、階段を非常階段登ることはできるでしょうけど、それぐらいしかないんだ。ここからしか景色は眺めらんないんだね。多分ホテルによってはそういうのあると思うんだけど。ね、すごい山だね、本当。でも、すがすがしいはすがすがしいです。これが昨日見てたすごいホテルですね。ただね、評価が悪かったんで、私は泊まらないです。見た感じすごいんですけど、評価はね、9以下でしたね。すごい、雲と空が綺麗ですね。本当にね、高原の澄んだ空気って感じです。でもね、昼間はね、太陽が当たればそんなに寒くないです。半袖でも大丈夫。次のホテルです。チャーリーズマンションっていう可愛らしいとこです。やっぱダラトはさ、傾斜が多いから山だからさ、結構車がないときついでしょうね。あとバイクもいいんでしょうけど、ここはね、できたばっからしくてね、ちょっと可愛らしいとこです。ね。あ、でもね、昼間はやっぱりね、日差しは結構暑いよ。あ、クリスマスツリーだ。ね。さあ、中に入りましょう。本当はちょっとね、洗濯をしたいんですけど、なんかエアビーでいいところがまだ見つかってなくてね。でもまあ多分ね、真夏のね、服はね、ちょっと合わないかもしれないから、手洗いしようかと思ってます、ある程度。ね、おー、かわいいね。あ、もうなんかハッピークリスマスだ。早い。そうだね。なんかでもベトナム早い気がする。やっぱフランスの影響かな。結構特にね、ダラットはフランスの影響が強いっぽいんですよ。ね、かわいいですね。ちょっと今ね、トイレを貸してほしいって言ったらさ、普通の部屋、客室なんだけど。あそこにね、紅茶のがあるんですけど、ね、スタッフの方が持ってきてくださいました。これウェルカムドリンクかな。で、初めてあったかいのが来たね、東南アジアで。あ、でもね、雰囲気が素敵ですね。なんかね、ダラットはね、永遠の春とかリトルパリって言われてるみたいで、私が気に入りそうな気がします。寒さによるけど、昼間はね、なんか一日の中で四季があるみたいでさ、そう、昼間はね、そんなに全然寒くないんですけどね。でもなんかこういう雰囲気の中でね、久しぶりにこういうゆっくりとお紅茶をいただくというね。イギリスも行きたいな。私イギリスの本場のアフタヌーンティーはやりたいんですよね。まあ可愛いホテルですね。新しくできたばっかみたいです。ちょっと今ね、ビッグシーっていうスーパーに行って、ちょっと ATM でお金下ろさないとさ、だらっと現金率高いのよ。ブンターもそうだったんですけど、まあ、だからちょっと行こうと思います。一応ね、道を聞いて、ね、結構やっぱりだらっと良いかもしんない。昼間は全然寒くないです。涼しい感じだね。いや、もうちょっと服がないんでね、もう染みついてますけど、これね。これマレーシアで買ったんですよ。さらにまあ、これね、ミラノで買ったデニムを持ってきてて、これ重かったのずっとね、デニムなんかいらねえだろっていう、これ可愛いやつ。デニムなんてさ、暑い季節のとこいらないじゃん。で、超邪魔で重いとか思ったんだけど、役立ちましたね。本当にね、冬服というかないんですよ。冬に出発したんですけど、結構クリーニング屋さんに箱ごと預けちゃったんでね。いやね、マジでね、もう瞬間移動したい。瞬間移動か、どこでもドアが欲しい。でもね、瞬間移動でこれね、やろうと思ったらそのうちできるかもしれない。結構やれる宇宙があるらしいんで、ちょっとうちらの修行ですよ。ちょっとまあ地球人次元上げなきゃいけないけど。
そのうち将来的にはできるかもしれないです。それはね、欲しいです。そしたらトランクルームで年がら年中出し入れできるんですけどね。まあだけどほらさ、プチパリっていうさ、ダラットはリトルパリって言われてるみたいで、永遠の春って言われてるみたいなんで、それ楽しみですね。なんかすごいだってほら、自然が多いもんね。でやっぱりほら、他の地域に比べては空気は綺麗だと思います。やっぱりほら、ヨーロッパ行くとちょっと高いけどね、ベトナムでちょっとしたね、パリの雰囲気を味わえるのはいいですね。もともとフランスも登場受けてましたからね。で今回ね、植物園とかそういうのも行こうと思ってますし、また私はついつい開運を兼ねてしまうんですけれども、11月の16日が大牛座の満月なんですね。で大牛座っていうのがさ、自然とか植物とかお花さんとか、あとオーガニックとかね、あと高級とかね、その老舗とかそういうのがラッキースポットなんですけど、で最初ブルネイ行こうかと思ったの。ブルネイってね、世界で2つしかない7つ星ホテルがあるんですよ。でもね、それだけで行くのがちょっとめんどくさいなと思って、わざわざ出てさ。でね、ブルネイは今ベストシーズンじゃないんで、湖に出た。すごい綺麗じゃん。すごい綺麗じゃないね。反射してて美しいですね。やっぱり自然豊かだね、ダラットね。昼間は全然半袖でも平気です。多分夜がちょっと寒くなんだと思うけど。いいね、いいね。で、ダラットはね、ベトナムの軽井沢って言われてて、永遠の春と言われてて、リトルパリって言われてるわけだからね、なんか良さそうだよね。ちょっとね、ゆっくりとくつろぎたいと思います。結構のんびりできる場所らしいです。いやーでも湖美しいな。これがさ、山の上でもなく道中にあるっていうのはすごいね。さすがにベトナムなんでめちゃくちゃ交通量は多いですね。バイクとね。いや、気持ちいいね。いや、綺麗だね。やっぱりね、綺麗だと思うな。今んとこね、一番綺麗かもしんない。東南アジア回ってる中で。バンコクにも湖とかあるんですけど、あとハノイにもあるんですけど、やっぱり空気が本当に悪いんですよね。なんかすごい。ガーデンっぽいのがあります。いや、道が広いね。で、やっぱりね、ここはマシですけど、山とか坂道が多いので、車とかバイクじゃないときついね。結構草の上でダイレクトで寝てる人たちもいます。お花さんとかあるし。なんだろう、あそこもなんかでっかいパークみたいのがある。でも雰囲気いいね、なんかね。いや、結構ね、そんな寒くないというか、暖かいよ、かなり。でも一日のうちにね、四季があると言われてて、ダラットは一日の中で春、夏、秋、冬があるみたいなんですよ。だから夜は寒いよみたいな感じで。エアコンはホテル内についてないんですけど、だから暖房もないんだよね。夜だけちょっと気をつけた方がいいかもね。ちょっと私は ATM に行きたいだけだが、もう迷ってそうな気がする。なんだろう、公園なんだろう、5って書いてある。でも昨日山の上に泊まったけど、そんなにそこまで寒くなかったから大丈夫だと思います。なんだろう、ちょっと見に行こうか。なんだかな。ちょっと遠回しすぎてるから渡れるかちょっと相当渡りれそうだな、こりゃ。早いな、めっちゃ。いや、なんだかわかんないけど、5って書いてあるからとりあえず来てみました。なんだろう、これ。ただ今のところね、ダラットはね、フロントの人もあんまり英語喋れないです。ホテルのフロントでも。なんだろうこれ。コリアントッポキビュッフェだって。ちょっとよくわかんないけど行ってみよう。私は ATM が行きたいだけなんだよね。あとご飯も食べたいんですけど、すごいみんなバイクで買い物来てる。スーパーっぽくない？ここら辺ならありそうだね、なんかね。結構なんか十分いろいろありそうな気がします。やたら GO って書いてある。ダナンにもダナン GO みたいなのがあるけど、スーパーマーケット、ショッピングモールでね。なんかいろいろ売ってますね。なんかここアイスクリーム屋さんみたいだけどさ、1958年からってことは美味しいはずだよ。ちょっと何を書いてあるかは読めませんけど、スーパーっぽいよね。なんか ATM ありそうだよね、こういうとこだったら。
探しましょう。あ、いろいろ十分売ってるね。スーツケースもね、考えんだけどね。あ、60% オフになってる。あ、そう。もうなんかスーツケース屋さんめっちゃ安くなってる。ちょっといいのがあったら欲しいけどな。お、結構充実してますね、ここね。まあ、ミニソーもまたありました。なんか面白そうなのもあります。ちょっと私は現金がないと何も食べられないんで、早く ATM に行きたいですね。なんかね、ベトナムで売ってるスーツケースはね、3辺足すと117センチだったんですよ。でもね、機内は115センチじゃないと、いろいろ調べたけどダメなんですよね。ちょっとだからダメなんですよ、あれじゃあ。さすがにさ、ダラットはちょっと寒いからってブーツが売ってる。すごいね、初めてブーツが売ってるのを見ました。なんかあそこら辺かわいいよ。スニーカーがちょっと可愛らしい感じです。多分ここなら ATM があるはずなんで、ちょっと探そうと思います。そしてちょっと食事にありつきましょう。クロックスがよく売ってるね。いや、いろいろ売ってる。もうすっかりクリスマスシーズンだね。ね、日本はそんなに早かったっけ、忘れちゃったけど、まあ1ヶ月ぐらい前か。でももうね、デスプリの注意ちょっと安いんじゃない、これ普通よりも。どうだろう、ちょっと後で見てみましょうか。なんか他の地域よりも安い気がするな。お茶屋さんとかいろいろあるね。ファーマシーもあるしね。十分ありますね。でベトナムの場合はね、だいたい買い物行く前に大きい荷物はここで預けないと多分ね、盗みをするんじゃないかと思われるんで、ここで一回ね、荷物をロッカーに預けてから買い物に行きます。なんかちょっとここ可愛らしそうで美味しそう。なんとかファームだって。なんか体に良さげじゃない？ちょっとカードで買いんならもう買いたいな。ナッツとか売ってる。可愛らしそう。ハロー。ヘルシーだね。ヘルシーな感じです。これなんだろう。ブレッドコーヒー。なんか買ってこう、おやつに。見て、ドライフルーツも超良さそう。ちょっとなんか買ってこう、私。なんか一応後ろ見ると、ここがね、シュガーがね、3.5 で一番少ないのがこれかなって感じ。でもこれいろいろ入ってるからいいね。これちょっと1個買ってこう。ここら辺マンゴーもあるね。体に良さそうなお店だな。これはティーかな。お茶っぽいよ。お茶っ葉です。多分。スペシャリティコンフェクショナリーだって。これね、美味しそう。可愛いキャンドルみたいのも売ってます。可愛いね。いや、超可愛いね。なんか缶が可愛い。ジャパニーズグリーンティーあるけど、それは別にここで買う必要ねえな。ウーロン茶とかいろいろあります。日本語でも結構書いてあるね。ハーブ前茶とか書いてある。日本のは日本で買った方がはるかに確実いいです。いや、すごい可愛いお店ですね。ちょっと3つ買うことにしました。結構天然のなんか良さそうなお店だね。結構いろいろ買いました。楽しみです。これ合わせて3つでね、19万ベトナムドンです。1200円ぐらいです。いや、なんかパンもめっちゃ美味しそうじゃん、普通に。超気になりますね。買ってお部屋で食べるのもいいかもね。いや、普通にさっきのさ、ちょっと見てたさ、ここのアルドっていうさ、ブースが見てたお店のすぐ横にさ、ATM のマークありました。しかもこれトシジャパン、なんだろう、トシジャパンだって。なんかマッサージ機っぽいのが売ってます。機械系だね。普通に ATM がありました。何個かありそう。デトコンバンクがありゃ十分だろう。でね、私はね、タイとベトナムは楽天デビットを使うんですけど、デビットカードでね、引き出した方が安いんですよ、手数料がね。ちなみに向こうにドラえもんとね、名探偵コナンが見えたんで、ちょっとさすがに先に見ちゃいました。クレジットカードのさ、海外キャッシングだとさ、ATM 手数料かかるし、あとほら、換金のさ、レート変えなきゃいけないから、その手数料かかるんですけど、最初から楽天銀行とかにお金を預けておいて、ただの、デビットの方で、ATM で引き出せるんですね。そしたらね、ほぼ手数料かかんないんですよ。こっちの方が私はいいかなと思います。なんか今登ってきたんですけど、階段しかないな。どっかにあるかもしれないですけどね。2階はロッテリアとか、ちょっと子供の遊び場だな。ゲームセンターとかありますね。3階まで階段で来ました。ちょっと疲れんで、階段で。でもちょっと公園っぽくなってんのかな。なんだろう、植物園とかあるのかしら。どうかな。でも湖の眺めがいいね。
なんかここで憩いの場所的な感じ。まあ京都にいてさ、寒いから寒いと言ってさ、ダラッとでダラッとしようと思います。日本人にしかわかんないギャグだよね。ギャグにもなってないかもしれない。いやでも景色がいいです。なんか買ってきてさ、こことか、あと湖の周りでね、座りながら食べてもいいかもしれないね。ね、あそこに微妙に自動販売機も見えます。だってフランスパンだってさ、6000ベトナムドンってことはさ、36円ぐらいだよ。超安いね。超安いよ。見て、これ超安いよ、これ。20円ぐらいじゃない？ 25 円とかだよ。すごいな。ちょっとパンにしようかな。なんか、お紅茶もあったしさ、あそこのホテル。ちょっとまた後でゆっくり来たいと思います。いや、なんかダラッともさ、松みたいのが生えてるね。ブンタンもそうでしたけど、不思議だね。ちょっとここにしようかと思ったけどさ、草とかでなんか虫来ないか心配だな、ちょっと。大丈夫？大丈夫？ね、景色すごそう。見て、ここでご飯食べようかと思います。でちょっと見えにくいですけど、パンを見つかりまして、なんかね、それぞれ18,000ベトナムドンでした。なんか書いてある値段と違う気がするんだけど、まあ合わせてね、54,000なんで、まあ330円ぐらいですかね。まあ少しだけ食べてね、また後でお部屋でも食べようと思います。なんかベトナムはね、自分でこの袋にいちいち入れなきゃいけないからちょっと難しかったです。じゃあこんな景色の中いただきます。いやでもなんかね、湖とか山を眺めながらっつうのもいいですね。さあ、ここからダラット3週間のプチ移住が始まります。自然豊かな美しいダラット。しかし、いろいろ問題もありました。ベトナムに半年間9都市に滞在した全情報や YouTube には出せない旅の全情報やリアタイ配信はオンラインサロンへ。世界視野。世界中の日本人をつなげる世界最強日本人コミュニティ。海外移住や海外旅行、英会話や留学、ワーキングホリデー、ノマドにもおすすめ。日本脱出コミュニティ。Please join us!